こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回の話題は日本の食事のマナーや文化です。いろいろあるんですけど、今日は5つ話します。日本の食事のマナーや文化が皆さんの国とどう違うか考えながら聞いてみてください。まず1つ目、店員の呼び方。店員はお店の人という意味です。皆さんは飲食店にいます。飲食店は客が飲み物や食べ物を注文して、そこで注文した料理や飲み物を食べる、そういうことをするお店です。つまりレストラン、カフェ、バーとか、そういうお店のことです。皆さんは飲食店にいます。そして料理を注文したいです。でも店員が近くにいません。店員は遠くにいます。そういう時、皆さんはどうしますか？日本では店員が遠くにいる時にすいませんとか、すいません、注文お願いします。そんな風に大きな声で店員を呼びます。または店員がこっちを見ていたら手を挙げて目でサインを送ります。そうすると店員が来てくれます。遠くにいる店員を大きな声で呼ぶことはマナー違反ではありません。マナー違反はマナーを守らないっていう意味です。遠くにいる店員を大きな声で呼んでも失礼ではありません。ですが、大声で何度も呼ぶとうるさくて失礼になってしまいます。大声はかなり大きな声という意味です。お店によってはテーブルにボタンが置いてあります。店員を呼びたいときはそのボタンを押すとテーブルに来てくれます。2つ目、食事は残さないで食べる。基本的に日本では食事を残さないのがマナーです。日本では食事を残すのはよくありません。食事を残すのはもったいないからです。あとは料理を全部食べることで料理を作ってくれた人や食材に感謝を表します。料理を全部食べることで料理を作ってくれた人にありがとうという気持ちを伝えることができます。料理を全部食べることで食材にありがとうという気持ちを伝えることができます。日本の場合は料理を全部食べた方が料理を作った人は喜びます。料理を作った人は料理が残っていると美味しくなかったのかなとか、せっかく作ったのにと思うことが多いです。多くの日本人は料理を残すと作ってくれた人に悪いなとかもったいないなと思ってしまうことが多いです。私たちは子供の頃から料理は残さず食べなさいというふうに教えられます。でもアレルギーが
あるなら無理して食べる必要はありません。それに料理を食べているうちにお腹がいっぱいになることがあります。そういう時は料理を残しても問題ないです。だけど食べる前に量を減らしてもらったり、外食の場合は食べられる分だけ注文することをお勧めします。3つ目、日本では料理をシェアすることがあります。一つのお皿に乗っている料理をみんなで取り分けて食べることがあります。または一つの鍋にある料理をみんなで取り分けて食べることがあります。取り分ける。取り分けるはいくつか意味があります。でも日常会話でよく使うのは、一つの皿や鍋に乗っている料理を取って自分のお皿に分けるという意味です。あとは人によりますが、2人以上で食事をするとき、お互いに頼んだ料理をシェアする人もいます。つまり自分が注文した料理だけを食べません。自分が注文した料理を相手に少しあげたり、相手の頼んだ料理を少しもらって食べるという人もいます。日本人の中にはこれが嫌だっていう人もいますね。私は嫌ではないです。家族や友達と食事をするときにちょっと相手の頼んだ料理をもらったり、自分の頼んだ料理を相手に少しあげたりすることもあります。4つ目、テーブルに肘をつけて食べない。日本ではテーブルに肘をつけたまま食べるのはマナー違反です。私は子供の頃に親からこれをすごく注意されました。肘をつけて食べるんじゃないっていうふうに言われました。私は今保育園で働いてるんですけど、子供がテーブルに肘をつけて食べる時があるんですね。そういう時は肘をつけないでとか、肘をつけて食べるんじゃないっていうふうに注意します。5つ目、お皿を持ち上げて食べる。日本ではお皿を持って食べるのがマナーです。でも全部のお皿を持ち上げません。和食を食べるときにはそうします。例えばご飯が入っているお皿、汁が入っているお皿は持って食べます。汁はスープのことです。ご飯が入っているお皿をお茶碗と言います。汁が入っているお皿のことを汁碗と言います。でもこのマナーはちょっと難しいですね。小さいお皿を片方の手で持ち上げてお箸を使って食べますけど、小さいけど持たないお皿もあるんですよね。日本人は自然にどのお皿を持つか分かってやっています。海外の人にとっては難しいかもしれませんが、お茶碗と汁碗は持ち上げて食べてください。そうすればマナー違反にはなりません。あとは日本人の真似をするといいですね。ということで、いくつか食事のマナーや文化について話しました。皆さんの国のマナーと同じものはありましたか？違いがありましたか？違いがある場合はどんな風に違いますか？
ぜひ日本語で考えてみてください。今回は短いですが、ここで終わりにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。